あなたは異性にモテたいと思いますか？ 2018 年4月23日、カナダ・トロントのヤング通りでビデオ店を経営する男性は鋭い悲鳴が上がるのを聞きました。キャー！何事かと外を見ると、そこに広がっていたのは異様な光景。白いバンが歩道に乗り上げ、通行人を引いていたんです。しかも何度も繰り返し、その車は目につくもの全てに躊躇なくぶつかっていったんです。最終的に10名を殺害し、多くの人に重傷を負わせた犯人は25歳の若者。事件後に彼が Facebook に投稿した文章が見つかります。そこに綴られていた言葉とは、エリオット・ロジャー万歳。白昼堂々起きた残酷なテロ事件。犯人が叫んだエリオット・ロジャーとは一体何者なのか。連鎖するヘイトの裏側には SNS によって膨らむ激しい憎悪があったんです。おはようございます。プログラミングの勉強にハマってるよ、ケンちゃんです。早く春が来ないか待ち遠しいな。ぷんぷん、ゆみやみこです。春が来たら何をピクニックです。あ、ピクニック。ピクニックです。あんたピクニックなんかする性格なの？もうね、そうなの？もう手作りで、サンドイッチは作れないんですけれども、作ってもらう相手がいるの？いないんですけれども、ピクニックがしたいです、僕は。本日皆様にご紹介するのは、ある集団内において英雄ともてはやされた男、エリオット・ロジャーについて。英雄っていうからには何か立派なことでもしたってことでしょ？もう逆なんです。逆。もうね、残虐非道なね、行いをしたんですけど、ダークヒーロー的なこと？ダークヒーローってさ、ちょっといい意味じゃん。こいつはもう全然違うんですね。本当に普通に残虐な行為をしたんですけど、一部のね、人々にね、もてはやされているとね、そういうことなんですよ。まあ、わかんないですよね。早速ね、エリオット・ロジャーが一体何をした男なのか見ていきたいと思います。2014年アイラビスタ銃乱射事件。遡ること8年前の2014年5月23日、アメリカカリフォルニア州のアイラビスタ。住民のほとんどがカリフォルニア大学の学生という地区で事件は起こりました。当時22歳だったエリオット・ロジャーはアイラビスタのセルビア通りに立つアパートに暮らしていました。午後8時半、ロジャーはアパートの駐車場に停めた彼の BMW の中にいる姿を目撃されています。その後彼は車を運転して女子学生寮へ向かいました。女子寮に着いたロジャーは玄関のドアを激しくノックしました。夜にそんな物騒なノックされたら誰も出てこないでしょ。こんなの私だってイルスするわよ。怖いっすよね。イルスでもするんですか？なんか全部出そう。で、出てみんな連れ込むって？当たりなるほどね。なるほどねって何？おめでとうございます。この時ね、中に人がいたのかは定かではないんですけど、ノックをしてもね、なかなか誰も出てこなかったんです。ロジャーは数分間にわたり扉を叩き続けたんですが、学生寮からは全く反応がありません。ついに諦めたロジャーは近くにいた女学生たちに気がつきます。そこにはキャサリン・クーパー、ベロニカ・ワイス、ビアンカ・デコックという3人の女性が通りがかったところでした。ロジャーはおもむろに銃を持ち上げると、彼女たちに向かって発砲。丸腰の女学生に向かって何度も発砲し、キャサリンとベロニカは命を奪われました。しかしこれだけでは終わりません。ロジャーはさらに車を走らせると食料品店へ移動しました。建物に対し複数回発砲した後に、店内にいたクリストファー・マイケルズ・マルティネスの胸部を撃って殺害。その後も車を走らせながら無差別に人を襲い続けるんです。もう怖すぎ。通行人、ピザ屋から出てきたカップル、サイクリングをする人、スケートボーダー、目についた人々に対し発砲や車両での衝突を繰り返し、街は騒然としました。通報を受けた警察はロジャーが乗り回す BMW を追っていました。そして3人の警官とロジャーは公園近くで銃撃戦を繰り広げるんです。この時ロジャーは左の腰を撃たれて負傷。それでも追跡から逃れようとした結果、ロジャーは道路脇に止められている車に衝突。午後9時35分、駆けつけた警察はロジャーが車内で銃により自殺しているのを発見。さらにその後、捜査に入ったロジャーのアパートで3人の遺体を発見しました。射撃攻撃が始まる3時間前には、ロジャーのルームメイトであるウェイハン・ワンとチェン・ユアン・ホン、そして友人のジョージ・チェンがナイフで刺され殺害されていたんです。結局ロジャーによる一連の殺傷事件により6人が殺害、14人が負傷しました。なぜこれほど暴力的で残酷な犯行に走ったのか、その理由はすぐに判明します。ロジャーは事件の前日 YouTube に動画を投稿していました。エリオット・ロジャーの報復というタイトルの動画の中で、ロジャー自身が犯行動機を説明していました。明日は報復の日だ。人類に対して、君たち全てに対して僕が復讐をする日だ。さらにロジャーはこう続けたんです。僕は君たち全員を罰する。
る。なぜなら女の子が僕を愛してくれなかったから。どういうこと？そんなこっぴどい叱られ方でもしたわけ？なんかね、一個人に対する攻撃とか復讐とかそういうことじゃないですよ。もう女性全体。もうね、自分がモテなかったことに対する、女性に対するもう恨み、つらみ、それをね、こういう行動に駆り立ててしまったんです。お門違いも甚だしいじゃない。いや、こんそうなんっすね。いい迷惑ですよね。そのやられた方はさ、意味がわかんない。憎悪の対象。ロジャーが引き起こした事件は世界中でセンセーショナルに報じられました。特に注目されたのがロジャーが女性全般を恨む発言をしていたこと。ロジャーは動画の中で次のように語っていました。僕が思春期を迎えて以来、女の子が僕に惹かれることはなかった。僕は22歳だけれどまだ童貞だ。女の子とキスしたことすらない。そのことはひどく僕を苦しませた。大学は誰もがセックスや喜びを謳歌する時期のはず。僕は君たち全員を罰する。不公平だ。犯罪だ。なぜなら君たちがどうして僕を見ないのか僕にはわからない。こうした発言により事件の原因はロジャーの激しい女性嫌悪、いわゆるミソジニーにあると結論付けられたんです。確かにロジャーは全ての女性を恨んでいました。彼は YouTube に動画を投稿した後、自分の家族や両方子など34人宛てにメールを送っています。その内容は僕の歪んだ世界エリオット・ロジャーの物語というタイトルの犯行声明文でした。なんか気持ち悪いな、タイトルも。10万7000語にも及ぶボリュームでロジャーの人生が事細かに記され、ロジャーは繰り返し女性への恨みを語っています。そして5月23日の事件についてこう書かれていたんです。これは僕にセックスと愛を与えなかった女性に対する戦争だ。ロジャーは声明文に女学生クラブこそ彼を拒否したブロンド美女たちの象徴だと綴り、女子学生寮の侵入を計画実行しようとしたんです。なんでセックスとか愛もさ、やれて与えられて当然みたいな考え方なわけ？こいつはほんとその通りですよね。女性を何だと思ってんのよ。なんか恋愛とかね、うんそのある程度人間関係を構築した上でね、うんうん信頼とかね、うん積み上がった上でこう好きになったりとかね、そういう関係になったりっていうのもあると思うんですけど、うんなんかその過程とかプロセスがね完全に無視されてるんですよ、エリオット・ロジャーの考えでは。相手の信頼あってこそよ。でもそんなエリオット・ロジャーを支持する集団があるんです。支持する集団がいいの？というわけで本日のメトラキーワード、インセル。インセルとはインボランタリーセリベイトの略。直訳すると望まない禁欲者という意味です。ネット上で生まれたコミュニティのことであり、メンバーたちは望んでいるにもかかわらず恋愛のパートナーを持てず、その原因は女性側にあると考えているんです。怖すぎだろその思想。つまりインセルには強烈な女性嫌悪という共通点があるんです。ロジャーは自身をインセルであると明言したことはありません。また過去の数千に及ぶネット投稿の中でインセルという言葉を使ったのもわずか2回。しかし一方で様々なインセルによる討論サイトに投稿し、自身がモテないことを嘆いていました。もともと女性に対する鬱憤を言い合う場があって、そこにロジャーもいたってこと。そういうことなんです、めちゃくちゃ暇なやつらですねこんなこと言って俺が狙われそうですけど、もっと出会いの回数を増やせばよかったのにね。男だけで絆め合う。掲示板で書いて何になるんだろうっていうのはあるんですけど、これで俺らも狙われちゃうんでしょ。多分怖い世の中ですよ。しかも皮肉なことにインセルの元をたどると1988年に女性が立ち上げたサイトなんです。このサイトはもともと恋愛に奥手な男女がデートのアドバイスやモテなくて辛いことを相談し合う場として作られていました。しかし次第にだからあなたはモテないんだ、男あるいは女は異性の〇〇しか見ていないといった男女で言い合うギスギスが生まれていたようなんです。過激なインセルとフェミニストの間で激しい闘争が起こるようになってしまったんです。もちろんインセル全員がねこのロジャーのね行動に同調したわけではないんですけど、でも一部のインセルの人々はもっと凶暴化してありえない行動に出ていってしまうんです。連鎖するヘイト。エリオット・ロジャーは一部のインセルたちの中で英雄とされ Going ER という言葉まで生まれました。エリオット・ロジャーをするという言葉の意味はロジャーのようにテロ行為を起こすということ。そして Going ER はネット上での虚言や脅しにとどまりませんでした。ロジャーの事件の翌年2015年10月、オレゴン州の短大で26歳の学生が9人を殺害した後に自殺。現場に残された犯行声明ではロジャーの事件について触れ、恋人ができないことが動機の一つだと書かれていたんです。2017年12月にはニューメ
メキシコ州の高校で生徒2人が殺されました。自殺した犯人はエリオット・ロジャーを名乗って掲示板に書き込みをしていたんです。さらに2018年2月にはフロリダ州の高校で銃乱射事件が発生。17人が殺害され、多くの人が負傷したこの事件の犯人もネットの掲示板にエリオット・ロジャーは不滅だと書き込んでいたことが分かっています。影響はアメリカの外にも波及しているんです。冒頭でご紹介した白いバンの暴走事件は2018年4月、カナダ・トロントの路上で起こりました。鋭い悲鳴を聞きつけた人々が何事かと外を見ると、そこに広がっていたのは異様な光景でした。白いバンが歩道に乗り上げ、通行人を引いていたんです。何度も何度も繰り返し、その車は人間、消火栓、郵便箱と目につくもの全てにためらいなくぶつかっていきました。最終的に10名を殺害し、多くの人に重傷を負わせた犯人は当時25歳だったアレク・ミナシアン。彼を知る人は記憶の限り彼は全く無害な人物でしたと話しています。しかし事件後、彼が Facebook に投稿した文章にはこう書かれていたんです。最高の紳士エリオット・ロジャー万歳。最高の紳士とはエリオット・ロジャーが好んで使っていた言葉。ロジャーは自分自身を最高の紳士であると称し、そんな自分ではなく不快な男たちに身を捧げる女性を非難していたんです。ミナシアンによる暴走事件の死傷者は圧倒的に女性が多く、彼も激しい女性嫌悪を抱いていたのでしょう。2018年11月には当時40歳だったスコット・ベイエルがフロリダ州のヨガスタジオを襲撃、女性2人を射殺、5人を負傷させた挙句に自殺したんです。ベイエルもまた YouTube で女性嫌悪の言葉を吐き、ロジャーへの共感を示していました。最近では2021年8月12日、イギリス南西部のプリマスで22歳の実習生ジェイク・デイビソンが散弾銃で母親を殺害。自宅を飛び出した後、通りがかった人々を4人射殺、2人を負傷させて自殺しました。デイビソンは犯行前、自身の YouTube で私は童貞だ、社会的に孤立していると発言。女性は外見やお金で男性を選ぶ悪魔だと断じ、あるインセル特有の言葉を使っていました。その言葉とはブラックピル。ブラックピルとは映画マトリックスで登場する錠剤になぞらえた言葉。劇中に登場する赤い錠剤は飲めば真実に目覚める効果を持っています。インセルにとっての真実とは、フェミニズムにより女性が必要以上に力を持ち、男性の特権が奪われているということなんです。この歪んだ真実を認知した人たちはレッドピルを飲んだと発言するようになりました。これに対しブラックピルとはさらにダークな真実を知ることを意味しています。ブラックピルを飲んだという人は女性を恨むだけではなく、この社会は女性上位の秩序で回っていて、男性は奴隷同然であるというインセルの中でもとりわけ深い被害者意識を持っているんです。このようにロジャーの事件を境にテロや女性への暴行を示唆するインセルが増加、各国で模倣犯が続出したんです。みんな世の中に対してめっちゃくちゃ偏った見方してんじゃないのよ。なんて言うんでしょうね、こう自分の恋愛がうまくいかないことをね、もう全部女性のせいだってね、彼らは本気で信じてたんですよ。恐ろしい。めちゃくちゃよね、本当にね。イソップ童話のね、酸っぱいブドウじゃないですけど、いや、ないそれ。なんか自分のね、欲しいものが手に入らなかったら相手を貶めるっていうね、もうそういう思考がもうね、意味わかんないですよ。それで自分をね、磨こうとかさ、自分に魅力が足りないんだったらもっと頑張ろうとかさ、普通はね、そうなるべきですよね。まああんまりね、べきとか言うの嫌なんですけど、人に迷惑かけてますからね、彼は。ですがこの時点でメトラの皆さんの中でも気づいた方もいらっしゃるかもしれないんですけど、エリオット・ロジャーが嫌悪感を抱いていたのは女性に対してだけではなかったんです。人類すべてへの復讐。先ほど紹介した通り、ロジャーは YouTube に投稿した動画の中でこう言っていました。人類に対して、君たちすべてに対して復讐をする。そう、ロジャーが望んでいたのは女性だけではなく男性も含めた人類すべてでした。インセルの大部分もロジャーと同じく女性と女性にとって魅力的な男性の両方を恨んでいるんです。ではこのような歪んだ思想はどうして生まれたのか。その答えはロジャーが家族を含む34人にメールした犯行声明文の中に綴られていました。一つ目の要因はロジャーが成長する過程で増幅していった人種差別的な思想。ロジャーの父親はイギリス人の映画制作者ピーター・ロジャーであり、母親は映画会社の研究助手であるマレーシア系中国人のリーチン・ロジャーです。つまりロジャーは白人とアジア人の血を受け継いでいたんです。犯行声明文の中でロジャーはこう記しています。劣った醜い黒人の少年に白人の少女が獲得できて、どうして僕はできないんだ。僕は半分白人なのに。
ロジャーはイギリスのロンドンで生まれ、5歳の時に両親と共にアメリカに移住しました。彼は人生の大半を占めるアメリカ生活の中で、世の中の重要なポジションについている人間は白人ばかりだということに気づいたというんです。さらにロジャーが7歳になると、白人の優位性を確認するような出来事が起こりました。それは7歳の誕生日を迎えて間もなく両親が離婚したことから始まります。幼いロジャーは家族が離れてしまうことにひどくショックを受けていました。しかしその約2ヶ月後、驚くべきことが起こるんです。父の家の台所に見知らぬ女性がいたんです。彼女の名はソーマヤ・アカーブーン。モロッコ人の女優であり、父親の再婚相手でした。ロジャーは父親がこれほど短期間に新しいガールフレンドを見つけたことに驚愕しました。ちょっと短期間じゃないわよ。それ結婚してた時から関係あったわよ。その辺のね、真偽は定かではないんですけど、ただね、7歳のロジャーにとっては、衝撃ですよね。まあそうね、そんな幼い子からしたらね。そしてロジャーの幼い心には、父親は女性にとって魅力的な男性なのだという印象が深く刻まれたんです。こうした体験が後に白人こそ優れていて魅力的であるという思想につながっていくんです。そのためロジャーは白人以外の人種の男性が白人女性と仲良くする状況を目の当たりにすると、特に激しい怒りを感じたんです。もう一つロジャーの認知を歪ませた原因と考えられるのは精神的な疾患。ロジャーは2007年、彼が16歳の時に発達障害の一つである自閉症スペクトラム症と診断されたんです。自閉症スペクトラム症の人は他人とコミュニケーションを取ったり、社会的な関係を構築するのが難しいと言われています。これらの症状がどれくらい彼に影響を与えたのかは分かりません。しかし彼が内向的な性格だったことは間違いないようなんです。小学生の頃からロジャーの友人だったフィリップ・ブロウザーは、事件後動画の中の彼は自分が知るロジャーとは別人のようだと語っています。フィリップから見るロジャーは無口で、単語レベルでしか話さない非常に内気な青年。家族の友人たちによると、ロジャーは8歳の頃から複数の療法士に会っており、声明文にも精神科医やカウンセラーとのやり取りが登場します。犯行声明文を読む限り、ロジャーは両親が連れてくる精神科医やカウンセラーたちの言葉は役に立たないと言い、耳を傾けてはいなかったようなんです。この他にもいじめにあった経験などがロジャーの人格に影響を与えていると考えられます。しかし離婚後も息子に愛を注ぎ続けた両親や、わずかながら存在した友人など、身近な幸せにロジャーが目を向けることはありませんでした。彼を支配していたのは悲しみと怒りと憎しみ、そして他人が入る隙のない自己憐憫だったのではないでしょうか。エリオットを英雄や神と呼んでもてはやす人たちも、同じように自分を被害者にしてくれる思想を心の拠り所にしているように思えてなりません。このことに気がついた一部の男性たちは考えを変え、インセルのコミュニティを離れ始めています。インセルによるテロが激化する中、メディアの取材に応じる数少ないインセルの一人だったジャック・ピーターソンは、記者たちと話をしたことで人と出会いコミュニケーションを取ることに前向きになったと話をしています。彼は自身の YouTube でインセルからの離脱を発表。一日中掲示板に参加して、自分がいかに惨めかを言い合う生活には戻れない。変わろうとするジャックに対し、女性からも応援コメントが届いています。世界は自分の想像の外にも広がっています。ヘイトの連鎖を食い止めるのは、自分の殻の中から一歩踏み出す勇気なのかもしれません。